梶原刃物山内です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう実際にこう包丁を作り始めて何年目になるんですか？今年で20年ですね。鍛冶屋のこの歴史、聞いてる話では4代目になりますね。100年それぐらいとは思いますね。実際に完成した包丁をちょっと見せていただくことってよろしいですか？こっちが黒打ちで、こっちが磨きって言ってますけど、通称ダマスカスって言いますけど、多層でこう層になったやつで、高知県の刃物の特徴っていうと、その竜炭像ってよく言いますけど、紙に書いてもらって、それに合わせて自分たちでその包丁の形にするっていうのが自由炭像ですね。これが一応多層鋼の鋼が青鬼っていう鋼が入ったものになりますね。これもやっぱ高価な部類に入るんで、鉄のだったらもうちょっと3分の1ぐらいでしょうかね。鉄の3倍の値段がするんですか？材料代だけで。ここが腰というんですけど、ここを厚くしておかないと刃物が、ふにゃふにゃになるというか、もう全部ペラペラになってしまうんで、ここを厚くとは昔から言われてます。これ石入れるんですね。石を。蓋がね、ここついてないから、蓋がちゃんとあるとかあるんです。
締める作業をします。引き締めるというか、この曲がってもいるんで、これをまっすぐにならす感じです。沈み取りいいですね。そうですね。焼き入れ前にちょっと軽く焼き入れしたらまたちょっと曲がるんですね。刃をつけるって言って、焼き入れの前にやるって珍しいです。こっちの産地ではよくやりますね。実際にこう本当に刃をつけるわけじゃないですね。麺が綺麗な方が焼き割れがしにくいとかよく言います。ちょっとこういう何ミリか残す感じでやりますね。もう焼き入れを、この中は鉛で、これは温度計ですね。これが焼き戻しに使う油ですね。こっちは焼き入れに使う油で、ちょっと今寒くなってきたんで、ちょっと焼き割れとかしたりするから、今日は油で。この温度は何度ぐらいを大体設定されてるんですか820度ぐらいですかね。820度。はい。やっぱりそこの温度のこだわりがあるっていうか。白鋼と青鋼ではその温度が、まあ、780度ぐらいから白鋼で、それよりちょっと上が青鋼という感じで、鋼で温度がちょっと焼き入れ温度が違うっていうのがありますね。終わりです。よく見るとこの真ん中のお風呂っぽい、いいですよね。お風呂ですね。そう、どっかお父さんがもらってきたやつ。ちょっとそこの道の駅で買ったお弁当一緒にいただきます。ありがとうございます。ピリ辛チキン。
これが鉛とか炭とかがちょっとつくんで、それを最初にちょっとたわしで泥とかを取って焼いた色を残すのが黒落ちなんで、熱処理の感じとかで剥げるんですよね。これを極力ないのがやっぱ見た目が綺麗なのを目指してるというのもありますね。この黒落ちだったらこの焼き色をあんまりこう上まで研いでしまうと黒落ちがなくなってしまうんで、こう綺麗にしのぎの線というかここを綺麗に出してあんまり上にすり上げないようには気をつけてますね。こっちは石の感じですね。こっちはペーパー、布ペーパー。終わりです。これが大きいところ。すごい最初変えたばっかりなんで水しぶきが最初はすごい飛ぶんですよね。冬場はやっぱ寒いですよ。これが雲出しって言いますけど、表面を鋼と鉄の境を際立たせる工程ですね。
これは磨きの方だけ。これでまあ模様出しは終わりの工程です。研いだとこに引っかかりがないかこう見てますね。あと拭いて最後のちょっと工程ですね。これニスですね。鉄と鋼で錆びるんで、錆び止めとあとちょっと艶出しというか、一応これで乾いてはい。終わりですね。はい。28で来ましたね。結婚を機に仕事させてもらったっていう感じなんで、お父さんの方がやっぱりねずっと仕事やってるんで仕事が早いっていうのもあるし、お父さんからしたらやっぱだいぶ、ね、できなかったんだろうなとは思います。なんか作るのがなんか嫌になったりだとかってそういったのってなんかなかったんですか？もう家業というか、結婚してこっち来てこの仕事やってるんで、そういうのはもうないというか、ね、やってるからにはもうやり遂げないと、代々何代続いているとか、土佐打ち刃物の歴史とか今後のこととかはそこまで深く考えてないというか、もう自分がやれることをやって、それが結果として伝統工芸を支えていければなという感じでは思いますね。やっぱり安定していいものを作るっていうのが一番かなとは思いますね。普通にいいものを作っていくという、
そういう感じです。こんばんは。食右衛門チャンネルの迫田です。 YouTube を通して、成し遂げたいことをお話しします。これまでたくさんの職人さん、料理人さんと出会ってきました。そういった中で職人さんの技、姿勢、そして心、これらは本当に世界に誇れる本物だと実感してきました。ただその一方で職人さんが年々減ってきている。この現実を知った時にどうしても職人さんを次の世代へつなぎたい、そう思いました。だからこそ私たちは動画や商品を通して一人でも多くの人に職人の魅力を知ってもらいたい。ただこの思いを実現させるためにも課題があります。私たちは小さいチームです。撮影時間にも限りがあります。もう数時間あればもっといい動画が作れたのに、そう悔しく思うこともたくさんあります。もっと深く丁寧に職人の魅力を届けたい。また知られていない地方のお店の撮影だったり海外の撮影も挑戦したい気持ちもあります。そこで YouTube メンバーシップを開設しました。いろんな特典も、ご用意しております。私たちの思いに共感、そして応援してくれる方は、メンバーになってくれると、嬉しいです。あなたの思いが職人の未来につながります。ぜひ応援お願いします。お願いします。屋台記事の阿部です。よろしくお願いします。食右衛門よろしくお願いします。てへいてへい。